こんにちは、村雲です。今回の動画は、スープラに関する DIY 動画の内容となっており、スープラの日常メンテナンスを3つピックアップして、その方法をまとめて紹介していこうと思います。それではご覧ください。作業難易度が低く、頻度が高い順に説明していこうかなと思います。まずは、スマートキーの電池交換の方法です。こちらは BMW オーナーの方の参考にもなるかもしれません。準備物としては、細めのマイナスドライバーのみとなっています。まず、スマートキーから物理キーを取り出します。その後、マイナスドライバーを画像の位置に当てて、テコの原理でカバーを外します。そこまで強い力をかける必要はありません。カバーは2つの爪が引っかかるようにして固定してありますので、外す際に折らないように注意です。続いて、電池を取り外します。この時もマイナスドライバーを用いてこじるようにすると少ない力で外せます。ポイントとしては電池を押さえながら外すことですね。そうしないと電池が飛んでいってしまう危険があります。電池の規格としては CR2032 となっていますので、交換の際の参考としていただければと思います。電池を新しいものに交換し、はめ込んで、カバーを取り外す際と同様に爪を折らないように気をつけてカバーを取り付けて作業を完了です。私のスマートキーは納車されてだいたい1年半過ぎたくらいから電池が怪しくなってきた印象となります。続いて、ワイパーゴムの交換です。私のスープラのワイパーの状態をまずはご覧ください。このような形で、また少しビビりが出てきました。過去動画でガラコワイパーへと交換し、対策してきましたが、その作業から1年以上経過しており、今回はガラコワイパーのワイパーゴム交換の様子をお届けします。ワイパーゴム交換のために、まずはワイパーを立てる必要があります。立て方としては、ワイパーのレバーをワイパーが垂直位置で止まるまで下向きに押し続けます。この時の注意点がエンジンを切った状態で行うことです。おそらくですが、エンジンを切らないとワイパーが止まらず、延々とワイパーが稼働し続けることになります。こちらが交換するワイパーゴムとなります。すでにワイパー本体は交換済みですので、今回はゴムのみの交換となり、運転席側が Y の11、助手席側が Y の10となります。一応ですが Amazon の商品リンクを概要欄に貼り付けておきます。まずは元々のワイパーゴムを外していきます。ワイパーを本体から外した方が作業はしやすいかと思います。外し方は過去動画を参照いただけると幸いです。すいません、動画を撮り忘れてしまいました。それではゴムを外していきます。このゴムはこちらの爪で本体の樹脂部分と固定されているため、この爪とゴム部分を分離していきます。動画内では指で何とかしようと頑張っていますが、交換した後に廃棄するようなものなので、ハサミとか使ってしまっても良いかもしれません。この爪の部分が外れると、あとはスルスルと抜けていき、ゴムが外れます。この動きは少し気持ちよかったですね。続いて、新しいゴムを取り付けていきます。まずは画像で示している溝にワイパー本体のレールを差し込んでいきます。奥まで差し込めましたら、根元側にある画像のクリップは不要なので取り外し、外す際の逆の手順で、今度はロック部分にゴムを差し込んで交換終了です。ワイパーを復元して効果を確認してみます。ご覧のようにビビりが解消されているのがお分かりになるかと思います。ガラコワイパーの場合は1年から2年の間の頻度で交換した方が良いかもしれません。続いてエアコンのフィルター交換になります。こちらも交換にチャレンジしてみました。普段の場合、車検のついでにディーラーの方にお願いし、交換してもらうところですが、自分でやってみると安上がりに済ませられるのではないかと思い、挑戦してみました。準備物としては、ご覧の通りで、交換用の社外品のエアコンフィルター。こちらの商品の Amazon リンク先は概要欄に記載しています。そして工具としてマイナスドライバーと T20 のトルクスドライバーが必要です。プラスアルファとしてエアコンフィルター差し込み用の芳香剤も買っていました。この芳香剤はご覧の2のように
フィルターの間に差し込んで取り付けるタイプのものとなっており、エアコンフィルター交換のタイミングでしか取り付けできないものとなっているため、これを機に取り付けにトライしました。早速交換作業に入ります。まずはグローブボックス下に潜り込み、2箇所のストッパーをマイナスドライバーを用いて外します。ストッパーはご覧の通り左右に分かれて配されています。このストッパーはマイナスドライバーを差し込み、半時計回りに回すことで取り外す可能な状態となります。ストッパーが外れると、グローブボックス下のパネルが下がり、引き出して外れるようになりますので、左右にこじるように力を加えると外れていきます。グローブボックス下のライトのコードがつながっていましたが、横着して外さず避けるだけにしておきました。パネルが外れると、エアコンフィルター固定部品が露出します。この部品を取り外すためには、矢印で示している2本のトルクスボルトを外す必要があり、ここで T20 のトルクスドライバーが必要となります。このような形で作業します。片手でボルトを緩めて、片手で撮影は体制的に困難でしたので画像で失礼します。この作業は作業性がかなり悪かったですね。ボルトが外れると、あとは両端についているストッパーを手で外すことでエアコンフィルターを取り出すことができます。このストッパーの外し方としては動画の通りとなっており、奥まった部分を押し込むことでストッパーが緩まり外すことが可能となります。手元が見づらい位置になるので、これの取り外しが一番苦労しましたね。両側のストッパーが外れた状態です。固定用の部品を脇に避けることでエアコンのフィルターを引っ張り出すことが可能となります。古いエアコンフィルターを取り出すことができましたので、あとは先ほどの芳香剤を新品のフィルターに差し込み、フィルターを交換して作業終了となるのですが、お気づきの方おられますでしょうか。このフィルター、画像の通り垂直に設置されています。芳香剤の説明書の1には水平に設置してあることとあります。つまり、スーパーの取り付け方にはマッチしてないってことが分かり、今回の取り付けではこの、芳香剤の取り付けを断念することになりました。ちょっと確認不足でしたね。はい。残念です。後悔してもしょうがないので、新品のエアコンフィルターのみとなりますが、交換していきます。さすがにこのフィルターのサイズすら合わないなんてことはありませんでしたので、交換作業に関しては無事行うことができました。戻しの作業に関しては、エアコンフィルターの差し込み、ストッパーの固定、トルクスボルトを締めて、パネルを差し込み、パネルのストッパーを今度は時計回しにして固定の流れであり、外し作業の単純な逆となるので倍速でお届けしています。作業終了しました。作業難易度に関してはそこまで高くなかったのですが、作業性が悪すぎるために体の変なところに力が入ってしまい、翌日筋肉痛になってしまいましたね。その分を考慮すると、ディーラーの方にお任せした方が多少割高でもリーズナブルかなと感じたのが、この作業をやってみての感想です。おそらく作業頻度もそこまで多くないかなと思われますので、やはり専門の方にお任せした方が、この作業はいいかなというふうに思いました。まとめです。今回はスープラの日常的に必要になってくるであろうメンテナンスを3種類紹介しました。どれも作業難易度的にはそこまで高くないものでありましたので、DIY 作業に手をつけるきっかけとなれば幸いです。少しでも自分の手を動かしてメンテした車にはより愛着湧くかと思います。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。以降の動画作成のモチベーションとなります。また、スープラ関連になるかなと思うんですけれども、検証してほしい企画などあればコメント欄までよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。